今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化を楽しくゆっくり学んでいきます。今日のテーマはこちらです。外国人が理解できない日本のビジネスカタカナ語トップ10。日本の会社ではカタカナの言葉がとてもたくさん使われています。そしてその多くは英語が元になっています。でも実は日本で使われているカタカナ語は英語と意味が少し違うことが多いんです。そのため日本で働く外国人の方はよくその英語を聞いたことがないとか英語なのに意味が違うとね、驚くことがあります。今日は日本の会社でよく使われる少し不思議なビジネスカタカナ言葉を紹介します。第10位、アジェンダ。会社のミーティングでよく聞く言葉です。例えば、ミーティングの最初に、今日のアジェンダはこちらですとかね、いうふうに言ったりします。アジェンダは英語のアジェンダから来ていると思いますが、意味は会議で話し合う内容やテーマのリストですね。つまり、今日何を話すのか、どんな順番で話すのか、ということをまとめたものです。日本の会議では、ミーティングが始まる前に、アジェンダを共有することがとても多いです。ちょっとだけ話が脱線するんですけど、私の会社の上司の中には、すごくね、アジェンダに対して厳しい上司がいました。そのミーティングの前にね、必ず完璧なアジェンダをね、作っていかないと、そのミーティングをね、やる意味がないよねっていうふうに考える人だったので、どんな小さいミーティングでも、いつもアジェンダを用意していっていました。時々ね、これってなんか意味あるのかなって思う時もあったんだけど、正直言って。ただね、それだけアジェンダはすごくね、重要なものになりつつあります。確かに日本のミーティングって海外のミーティングに出たことがないのでわからないけど、でももうちょっと、なんていうのかな、結局何も決まらないというか、ミーティングのためにミーティングをするみたいなところもあって、なんか集まる意味あるのかなみたいな風に時々感じることがあるんですけど、そういう意味でね、ちゃんとアジェンダを作るっていうことはとてもいいことだなって思います。ただね、結局はね、ミーティングをするためのアジェンダ作りみたいな風になってね、結局ミーティングをする意味ってどこまであるのかなっていうのは私の個人的な意見なんですけど、皆さんはどう思いますか？はい。ということで、続いて第9位。リスケ。これは、プライベートでもよく使うんですけど、リスケジュール、リスケジュールの略ですね。もちろん意味は予定を変更することです。例えば、明日のミーティングですが、リスケできますか？これは明日のミーティングの時間を変更できますか？という意味です。私もね、これは仕事以外でもプライベートでよく使う気がします。何かね、体調が悪くなってしまって、このね、予定ちょっとリスケさせてもらえるかな、みたいな風に言ったりとか、友達からごめん体調が悪くなっちゃったっていう風にね、連絡が来た時に、OK、またじゃあリスケしようという風に言ったりします。日本語でね、ちょっと特徴的なのが、このようにね、英語を短くして使うことがとても多いと思います。リスケの他にはね、どんな言葉があるかなーって思うんですけど、例えばリスケの他には、コンペ、コンペティション、この案件コンペで今、もしかしたらゆりこさんが、案件をね、獲得するかもしれないんですけど、ちょっとコンペなのでね、
まだわからないですっていうふうに言われたりとか、あとはね、プレゼン。プレゼンテーションを略してプレゼン。例えば明日プレゼンがあります。といったいうふうにね、使われたりとかっていうのは結構一般的ですね。あとは何かなこれは英語、なんて言うんだろう。これはね、海外でもそうなのかもしれないけど、あとは KPI、Key Performance Indicator の KPI とか、あと FY、Fiscal Year。実は私この意味知らなかったんですけど、前の会社でよく FY って使ってましたね。何の意味なんだろうってずっと思ってたけど、でもこういう風に使ってるからっていう風に先輩に言われて、そういうもんかって思ってね、何も考えなかったんですけど、フィスカルイヤーのことを FY ってね、結構使ったりしますね。Excel とかにも書いたりするかな。あとは、そうですね、ROI、Return on Investment とか、そういう言葉は結構使うかなって思います。はい。続いて、第8位。アサイン。これはね、会社でよく聞く言葉かなって思います。例えば、この仕事を田中さんにアサインしますとか、アサイン表見ましたかとか、今月のアサインの件なんだけど、もしね、時間があったら、こういうことをしてほしいとか、えアサインについては、意味としては仕事の担当を決めるということですね。なので、誰がこの仕事をするのかっていうのを決めることです。英語のね、アサインがね、元になっています。プロジェクトがある時などに、よく使われるかなって思います。それ以外でもね、会計士とかコンサルとかってなると、結構アサインってことはもっとね、バンバン出てくるかなって思います。はい。はい、次、第7位。コンセンサス。これは少し難しい言葉かもしれませんね。コンセンサスとは、みんなの意見が一致すること。つまり、合意という意味です。例えば、この計画はコンセンサスを取る必要があるとか。つまり、関係する人、みんなの同意が必要です。という意味ですね。日本の会社では、チームで決める、チームというかね、上司が決めるというかね、そういった文化がかなり強いので、コンセンサスという言葉がよく使われます。ちょっとね、これは、合意とは別の話になっちゃうかもしれないんだけど、日本の会社ではね、いわゆる反抗文化があるんですね。例えば、経理とかで言ったら、その重要なね、会社の資料があって、それをね、承認する必要があるんですけど、みんな、自分の反コースのね、例えば、まだ入社して1年目ぐらいの人、田中さんがスタンプを押します。で、それをチェックした、3年目か5年目ぐらいのね、佐藤さんがスタンプを押しますと。で、それを全体を統括してるマネージャーの、もういわゆる10年目ぐらいのね、おじさん、例えば岡本さんって人が、押印しますっていう風にやるんだけど、スタンプの押し方が変なの。自分のハンコの押し方が、ちょっとね、斜めに押すの。後輩の人は。そして偉い人は、普通にまっすぐに押すんだけど、下の部下の人は、上司に対してちょっとお辞儀をしているように見えるようなハンコの押し方をすることになっています。ちょっとこれ本当にね、変だよね。要するにちょっとこうね、部下は上司にね、頭をやっぱ下げるっていう、そういうカルチャーがあるので、たとえね、紙にハンコを押すときでさえ、それを、表現しなきゃいけないっていうね、ちょっとこれはへんてこな、話でしたっていう感じですね。コンセンサスを取るっていうことは大事かなって思いますね。はい、続いて第6位。エビデンス。これはもちろん英語のエビデンスから来ていますが、意味は証拠、根拠、
データです。例えば、その説明のエビデンスってあるのとか。つまりね、その説明を証明する資料やデータはありますかっていう意味ですね。ビジネスの場ではね、データとか資料をとても大切にするので、この言葉はよく使われるかなって思います。はい。続いて第5位。フィックス。これは英語の fix から来ています。ただし日本では決定する、確定するという意味で使われることが多いです。例えば、日程はこれでフィックスです。つまり、日程はこれで確定しましたという意味です。なんかね、フィックスって言うと、英語だと直すっていう意味とかのね、ような感じがあるんですけど、日本語ではなぜかね、決定する、確定するっていう意味なのは、ちょっと不思議ですよね。なんでそういう風になったのか、ちょっと正直わからないんですけど、不思議ですね。でもフィックスはよく使うかなって思います。はい。続いて第4位、ペンディング。ペンディングとは、保留、まだ決まっていない状態という意味です。例えば、この案件は、今ちょっとね、取引先がごたごたしてるから、ペンディングで、とかね。つまり結論が出ていないとか、ちょっとね、保留の状態というね、意味ですね。問題があったりとか、まだ判断ができないときによく使われますね。はい。そして、第3位。ちょっとこれは面白いかもしれない。第3位は、スプシ。これは面白いですよね。スプシとは、Google のスプレッドシートの略です。つまり、データはスプシにまとめておいてとか、データは、スプシにまとめてありますとか、Google シートにね、データをまとめましたっていう意味なんですけど、日本人はよくこれを使います。スプレッドシートじゃなくてね、スプシですね。ただね、ドキュメントについてドキュって言うかというとね、私は言わないかなーって思いますね。ドキュメントって普通に言うけど、スプシに関してはスプシ、エクセルもエクセル、ワードはワード、そうですね。なぜかスプシだけスプシって呼びますよね。皆さんはちなみにスプシ派ですか？エクセル派ですか？なんか初めにね、スプシが世の中に出てきた時に、何これって思ったのね。なんかワードとかエクセルって自分のパソコンの上で保存したりしないと、もちろん共同編集することもできるけど、すごくデータが重くなるから、基本的には自分のローカルのパソコンでね、データを保存して上書きしていくっていうのが普通だったと思うんだけど、それがね、スプシの登場により、同一時点で、同時多発同時に多数の人が、そのスプシを、変更できるっていう点がすごい驚きましたね。結構革命的な、感じだったかなって思います。ただ最初の頃は本当に私も上司も使い方に慣れてなくて、なんかパニックじゃないけど元データどこだみたいな、中身変わってるんだけどなんでみたいな。すごい、いや、そりゃスプシだから変わるやろって感じですけど、その時はすごいわちゃわちゃしてたような気がしますね。はい。ちょっとスプシに関しては外国人の皆さんは結構驚くかもしれないですね。はい。第2位。ボールを持つ。これは英語ではないんですけど、日本のビジネスでよく使われる表現です。例えば、あの件って私がボール持っちゃってるっけ？大丈夫？みたいな。それとも、田中さんがボール持ってるよね？とか、取引先がボール持ってるっけ？とか、いうふうに言うんですけど、この意味は、例えばこの件は私がボールを持ちますだと、この仕事は私が担当しますとか、私がやるべきことで、アクションが終わっちゃってるみたいな意味ですね。イメージ的にはキャッチボールしてて、例えば自分が資料を依頼します。
クライアントが資料を返しますっていうその一連の流れがあった時に、こっちの私の方で、なんか私がボール持っちゃってるみたいな。だから、例えばボール持っちゃってるなら、早く返信したりとか、早くね、なんかアクションを起こさなきゃいけないんですけど、向こうがね、ボール持ってるなら、ちょっと、静かにしとこうみたいな。ちょっと相手の様子を見ようみたいな風にね、言ったりもできるので、仕事をね、ボールに例えている表現ですね。つまり今の担当はどっちなのかっていうのを、表現する言葉になっています。はい。そして第1位、ネゴ。これはネゴシエーションの略です。意味は交渉ですね。例えば、今クライアントとネゴってますとか、つまり今お客さんと条件についてね、話し合っている段階という意味ですね。日本のビジネスではこの言葉も非常によく使われます。はい。ということで本日のまとめ。今日は外国人の方が理解できない日本のビジネスカタカナ語を紹介しました。日本の会社では英語のようで英語とは少し違うカタカナの言葉がたくさん使われます。じゃあね、そもそもなんで日本のビジネスの場でね、それだけたくさんのカタカナが使われるかというと、日本語はもともと外来語をね、取り込む文化が強い言語なんですね。例えば、アルバイトはドイツ語から来ていたりとか、ノルマはロシア語から来ていたりとかするんですけど、英語も同じで、ただね、単語をそのまま使うのではなくて、日本語として再構成するんですね。例えば、リスケジュール、アポイントメント、ネゴシエーション。これらはね、英語では不自然なんですけど、日本ではカタカナ語として成立しています。日本のね、会社は短い言葉を好む文化があるんですね。例えば、パーソナルコンピューターではなくね、パソコン。リモートコントローラーではなくて、リモコン。エアーコンディションじゃなくて、エアコン。コンビニエンスストアではなくて、コンビニなどなど。ビジネスでも同じですね。はい。英語を日本語の略語にするっていう文化が、あるわけなんですね。はい。そして、英語っていうのはね、日本では、やっぱ知的とか、ちょっと国際的とか、なんかビジネスっぽいイメージがありますね。なので、日本企業はこの英語っぽい言葉を使う傾向があるんじゃないかなって思います。例えば、コンセンサスとか、アジェンダとか、エビデンスとか、本当は日本語でも言えますよね。合意とかね、議題とか、根拠とか。ただビジネスでは英語がよく使われるというのが現状です。これはもしかしたらなんですけど、日本の文化的な特徴が原因なんじゃないかなって思うのが、やっぱ日本の会社とか日本の社会っていうのは、抽象的な言葉を好むわけですね。例えば、オノマトペとかもそうですけど、なんか直接表すというよりかは、その様子を間接的に表現をするみたいな。なんかはっきり意味はわからないんだけど、そういう状態だよなみたいな、ふんわりとした理解。みんなが持ってるふんわりとした理解が、言語として成り立ってる、そういう不思議なね、言葉なのですね。で、例えば、フィックスしましたについても、決めましたって言うとすごい、ダダーンっておー、決めたのかみたいな雰囲気があるんですけど、ただフィックスしましたって言うと雰囲気がね、すごい柔らかく聞こえるとか、そうなんだ、みたいな、フィックスしたんだ、みたいな、フィックスの意味ちょっとよくわかんないけど、フィックスしたんだろうな、みたいな感じで、その日本語のね、強い、決めましたっていう断定的な言い方に比べて、フィックスしましたの方が、少しね、抽象化することができるから、そういうメリットがあるんじゃないかなって思ったりします。また、2000年代以降、
日本の会社というのは IT 外資系企業コンサルの影響を強く受けてきました。その結果ね、コンサル英語が広まったという説もあります。具体的にはやっぱりアサインとか、ボールを持つとかね、ペンディングとか、コンサルの人がよく使いそうな雰囲気ではありますね。ただ、コンサルの人とかは本当に今日紹介したトップ10レベルじゃないぐらいの量のカタカナを使ってきます。どういう意味みたいな、もう私全然わかんないんだけど、みたいな。そういうもう日本語でも英語でもない言語を彼らは使ってくるので、本当にもしね、あったら気をつけた方がいいと思います。はい。じゃあ日系の会社は使わないのかというと、全然普通に使いますね。大企業でも今やもうアジェンダとかコンセンサスとかエビデンスとかリスケぐらいはね、普通に使います。もちろん会社によって差があるかなとは思います。はい。ちょっとね、話が脱線するんだけど、会社に入ってから、私がね、すごい、なんだろう。会社に入ってから、ちょっとね、一時期、自分のプライベートでの話し方も変えたことがあったんだよね。ですよね。ですよね。どっちだ会社に入ると、上司は、結論は何っていうふうにやっぱ、もう時間がないので、結論から先に言ってっていうふうに言われるんですね。なので私は、会社に初めて入った後、すべての会話を結論から言うようにしました。結論から言うとね、なんとかなんだけどっていうふうに言ったんですね。そしたらある時、普通に大学時代からの友達に、その話し方で喋ってたら、いやちょっと待ってみたいな。結論から言ったら何にも面白くないって言われて確かにそうだよなみたいな。一緒にランチとかさ、ディナーとかプライベートでしてるのに、私がいつも、結論から言うとねって言って、結論から言ってたので、思わず友達はね、私のそのおかしな話し方に突っ込んでました。ちょっとそこはね、ビジネスとプライベートで話し方をね、ある程度分けた方がいいんじゃないかなって個人的には思ったりします。なので今日ね、学んだ言葉の中で、多分リスケはね、プライベートでも使えると思うんだけど、エビデンスとか、コンセンサスとかペンディングっていうと、もし皆さんがね、日本人の彼女とかに、いきなりコンセンサスとか言ったらちょっと相手がビビると思うので、使わない方がいいかもしれませんね。はい。ということで今日は外国人が理解できない、日本のビジネスカタカナ、トップ10を紹介してきました。皆さんいかがでしたでしょうか日本で働く外国人の中にはですね、こういった言葉を聞いて、これは英語じゃないなって思う人も多分たくさんいるかなって思うんですけど、ぜひ覚えて帰っていただけたら嬉しいです。最後に質問です。皆さんの国では会社でどんな面白い言葉を使いますか？ぜひコメントで教えてください。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。